まだ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 終わらねえぜ。ゲーマーバースシリーズ、ハズブロマーベルレジェンドゲーマーバースジ・パニッシャーよりパニッシャーとニック・フューリー2パックの紹介。カプコン初のマーベルゲームジ・パニッシャーというベルトスクロール型のアクションゲーム、それのマーベルレジェンド化なんですけど、ゲーセンではね、自分これやったことないんですよ。でもね、近年発売されたマーベル VS カプコンファイティングコレクションアーケードクラシックスにこの作品収録されているんですよね。パッケージ裏を見るとね、そのゲームのプレイヤーセレクト画面、1P だとフランク、2P だとニコラスになって技も若干変わる。あとね、ステージ間のセリフもちょっと変わったりしましたよね。では開けていきましょう。よいしょ。これもね、結構楽しみにしていました。出てこい出てこい。フランク・キャスル&ニコラス・ジョセフ・ヒューリーと。よし、ではキャッスルから見ていこう。これはね、多分素体は以前出たやつの流用かな。やっぱでもかっこいいですね。よし、では大本命のニックいこう。これね、めっちゃかっこいいんですよね。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、とりあえず全部取り出しまして、付属品一部被っているものがあるので先に見ていこう。まずこちら台紙なんですけども、これはゲーム本編のステージ1の中盤の背景ですね。こういうの地味に嬉しい。武器類としてまずハンドガンが形状違いで2丁、フランク用とニック用で成型色が違う。フランク用はグレー、ニック用はブラック。どちらにでも持たせられるんで専用武器というわけではない。サブマシンガンが2丁、パニッシャーにはよく付属するやつですね。この2丁はグレーのみ。 M16 のようなアサルトライフルが2丁、これもグレーとブラック1丁ずつ。バット1本にハンドグレネード1つ、ドル札束とそれを収納するアタッシェケース、クロスボーンズ&マダムマスク2パックのやつに付属したものと全く同じものですね。ゲームだとドル袋だったような気がする。アタッシェケースあったかな。最近よくついてくる爆発エフェクトが1つ。そして各種手首パーツ。本体にすでに取り付けているやつと合わせると、ちゃんと同じ造形のものが2キャラ分付属。よし、では本体を見ていこう。まず、フランク・キャッスル、パニッシャーから。素体の方は以前発売されたブッシュワーカーとの2パックのパニッシャーの流用。それがこちらなんですけどもね。この素体に今回は手袋とブーツが白く塗られている。スーツの色合いは青みが強く、ゲーム本編のカラーではない。ゲームはそれこそこっちの黒色に近い。これはイメージイラストのカラーですね。イラストだとスーツの色、このような青みがかった感じだったと思います。頭部を見てみよう。キャッスルとしては目がクリクリしてて若干可愛く見えてしまいそうなヘッドスカルプト。個人的にはもうちょっとだけ渋みが欲しいかな。でも正統派って感じで悪くはない。デジプリ精度も高いし、武将髭も綺麗にプリントされている。またまたブッシュワーカー2パックのパニッシャーと、やっぱこのスカルプトはいいな。断然こっちのが好きですね。これぞキャッスルって感じ。でもこれをまんま流用されたらそれはそれで寂しい。こちらは交換用頭部の食いしばり顔。これはいい。めっちゃいい。顔全体にシワが寄って険しい表情がかっこいい。髪の毛も先ほどのものより前髪が少し乱れている造形。こいつは素晴らしいですね。この頭部でもう付け替えることはなさそう。上半身、先にも言った通りブッシュワーカー2パックのものと全く同じ。違いの方は全体的なカラーと胸のパニッシャースカルのデザイン。黒い方のブッシュワーカー2パック版のパニッシャースカルのデザインは気のせいかなんか笑っているように見える。そういった意味では今回の方がこのプリントは個人的には好みですね。ベルトは色は違いますけどこれは流用。ハーネスはデザインが違うのでこれは流用ではない。
下半身もブッシュワーカー版を丸々流用。左太ももにホルスターがあり、一部スーツが白く塗装。この辺もゲームグラフィックというよりも、イメージイラストに準じたものになっている。可動範囲なんですけども、何回も言っている通り、ブッシュワーカー2パック版の素体そのものなので、めちゃくちゃよく動きますね。こんな風にアサルトライフルを難なく構えさせることができて、いつものマーベルレジェンドのようにガシガシ動かせて遊べる。ではでは次にニコラス・フューリー見ていきましょう。いやいや、めっちゃかっこいいですね。自分ね、ニック・フューリー、ハズブロになってから一度も手にしたことなくて、ジャイアントマンシリーズのニックも買っていなくてですね、で、シールド3パック版、あれすっげえかっこよくてめちゃくちゃ欲しいんですけど、なかなか手が出なくてね、今回ゲットできて、しかもこいつは俺好みの食いしばりの表情で、トイビツ時代のニックのよう、あれでめちゃくそ遊んだの思い出すぜ。第二次世界大戦時代、ハウリングコマンドーズという部隊に所属し活躍。その後、ハイドラとの戦いで負傷し、治療の一環として、インフィニティフォーミュラという結成を注入され、老化を制御された肉体を手に入れる。頭部を見てみよう。いや、素晴らしい。さっきも言ったんですが、この表情がいい。きっと睨みを利かした目が怖くていいですね。眼帯に覆われた左の目尻、ちょっと見にくいんですけど、シワがちゃんと造形されている。武将髭もきれいにプリント。髪の毛の造形も抜かりなしですね。で、サイドからバックにかけての白髪の部分、ここは塗装ですね。ちょっと塗装剥がれていますけども。で、今気づいたんですけど、この眼帯どうやってつけてるんだこれ。うんで、この顔で大々満足なんですけども、欲を言わせていただければ、通常顔が欲しかった。3パック版欲しい。でですね、この食いしばっている口内なんですが、左の方、見えますかね。よく見ると、穴が開いているんですね。ここね、言及されておりませんが、おそらく、葉巻を加えさせることができると思う。ニコラスは常に葉巻飲んでいる木愛好家。でも当然今回葉巻は付属しない。このサイズに合う葉巻なんてあるかな？あったな。これはフィグマのコブラに付属したもの。そこから一本パクってきた。では加えさせてみよう。どうだろうね。いけるかな？よいしょ。入ったのは入ったけど、ちょっと合わないですね。穴が大きすぎるわ。これではちょっと加えさせることは不可能かな。で、自分ね、両面テープをほんの少しだけちぎって、くりくり鼻口のように丸めて、この穴にぶち込んだ後に葉巻つけてあげれば、このようにしっかりと加えさせることができましたね。いいですね。これぞニック。木加えてこそフューリー。しかしこれ大丈夫なんかな。パッケージ裏のキャラセレクト画面のプリント。これ何気に葉巻消されているんですね。ゲームでは木あったはずです。まあこれもね、時勢なんで仕方ないんですよね。なのにこの仕様。この時代に変な角度から攻めてきやがったな、担当者よ。上司の許可は得たのかい？嫌いじゃないわ。上半身。これは新規パーツかな。ハイネックコマンドセーターのようなものを着用したキャラクターなんて他にいないですもんね。どうだろう、いたかな。いたらすいません。多分新規じゃないかな。腕や胸や背中、各部筋肉の起こりを強調したシワの入り方が個人的に刺さりますね。ハーネスおよびホルスター、ここも新規かな。留め具部分細かいんですけど塗装されていますね。ホルスターから銃を引き抜くことはかなわぬ。下半身、腰の2本巻きベルトおよび右のホルスター、そして足のパーツ。つまり腰から下すべては先に言ったシールド3パック版のニック・フューリー、あれと似ています。これ多分丸々流用かな。でも留め具など色が追加されているので塗装面では少しアップグレードされている。個人的にはね、ここカーゴパンツにして欲しかったか。
ブーツもその3パック版のやつと似ていますね。流用かもしれない。ここもね、アーミーブーツにしてもらえるとよかった。まあゲーム版に忠実ではある。可動範囲行きましょう。その前に一つ注意点。このハーネスなんですけども、結構タイトに取り付けられているので、ここね、気をつけて遊んだ方がいいかもしれない。で、俺適当に動かしていたら見えますかね。テンションかかって白くなってしまっているんですね。これめちゃめちゃ萎えますね。ここね、今後手に入れられる予定のある方いらっしゃったらどうか気をつけて遊んでください。じゃあ頭部、上はここまでいけて、うつむきこうで、ハイネックシャツが干渉すると思ったんですけど、存外いけますね。ぐるりと一周回って、傾きは取れないかな。肩バタフライ機構があって、ここまで動き、腕横へはこうで、ぐるりと一周、腕の付け根で回って、二の腕バイセップスがあって、肘はピンレスの20ですね。ここまでいけますね。手首はいつもの可動で、胴体なんですけど、接続箇所はお腹と腰ですね。お腹は縦のみ、腰は横のみ。こういうところを見ると、これなんかの流用なんかな。とにかく後ろへはこううつむきこうで、腰でぐるりと一周回れますね。股関節引き出し機構はなくて、前はここまでいけて、後ろへはここまでかな。また割りこうで、ももにロール、膝がピンレスの20でここまでいけて、ブーツで可動あって、足首、後ろへはあまりいかないかな。前はこうで傾き取れて、つま先可動はありません。ではこの2体、頭部のすげ替えが可能なのか、行ってみよう、やってみよう。よいしょ。いけるでしょうか。じゃあまずキャッスルの頭部をニックの胴体に。硬い。これは硬いぞ。いけました。いけたけど結構硬いですね。いいですね。なんかいかにもフランクキャッスルって感じ。パニッシャーじゃなくてね。いいですね。じゃあパニッシャーの胴体にニックの頭部は、こっちは結構緩いですね。これいいですね。バランスめっちゃいい。パニッシャーが実はニック・フューリーだったっていう世界線を仮定して遊ぶのも良さそうですね。これいいな、バランス。こんな感じですげ替え遊びは可能ですね。ではサイズ比較していきましょう。真ん中にあるのはマーベルレジェンドのブッシュワーカー。ゲームではステージ4のボスですね。ブッシュワーカーやっぱかっこいいぜ。ニック・ヒューリーの宿敵の一人、バロン・ボルフガンフ・フォン・ストラッカーと並べるとこんな感じ。レッドスカル、来てくれ。フランク・キャッスル憧れの存在、キャプテン・アメリカと並べてみる。こちらはゲーマーバース版ですね。この2人の関係性結構面白いんですよね。そしてゲームのラスボスであるキングピンと並べてみる。レトロパッケージとゲーマーバース版。今までのマーベルレジェンドゲーマーバースは格闘ゲームからばかりだったのですが、今回はベルトスクロールアクションゲームからのマーベルレジェンド化。この角度でどんどんゲーマーバース続いてほしいですね。それこそね、ジ・パニッシャーというプレイステーション2で出た、あれは日本未発売なのかな。それのパニッシャー出してほしい。フランクめっちゃかっこいいんだわ。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。